リアクションが遅いよね。よいしょ。おはようございます。おぎそです。おはようございます。3日連続の不定期祝日、雨、ふりふり、暇。我が家は暇大作戦ということで、15日、27.3度、湿度 74%、9時45分配信を始めたいと思います。昨日ですね、リクエストありました。写真、ごめんなさい。写真を入れるの忘れてる。ちょこっとお待ちください。なんかちょっと調子悪いよね。少々お待ちください。写真を探し出して、こちらですね。今日はですね、これですね。ダン。ちょっと反応が遅いから、パソコン立ち上げて間もないと時間がかかるというね。もう5年ぐらい経つからやっぱ Windows も限界なんかな。もうそんなに悪いやつ買った記憶はないんやけどね。ごめんなさい。こうやってね、いつも手動で、写真のサイズを、今日はこの、こちらですね、高野山、もう本当になんか絵みたいでしょ。こちらを描いていこうと思います。こちらをですね、ここに置こうか。ちょっと今ちょうど40分から始めようかな思ったら、ピンポンと来まして、ありがとうございました。北海道の大きなお魚届きました。ありがとうございました。お中元ですね。もうありがとうございました。皆さんおはようございます。エアブラシの斉藤さんもおはようございます。メッセージの固定ってしたはずやねんけどな。上の方、ビリーなんとかさんもうおはようございます。ポップアウト、大きいお魚が届きまして、いっぺこっぺさんもおはようございます。けいこさんも、あけみんさんも、さつきはさんも、スマイリーひろみさんも、久保さんも、ゆうさんも、赤坂さんも、伊藤徹さんも、のりおっちゃんさんも、埼玉りさんもおはようございます。うるさいな。ちょっとね、いつも今日は透明水彩を主でやろうかな思ったんですけど、ちょこっとアクリルちょっとなんか朝仕事してたんで、出してあったんで、これで遊んでから少しやろうかな思います。少しね、水でびちゃびちゃにするというほどではなくて、わかんないですよ、どうなるか。よいしょ。少しね、なんかね、ありがとうございました。北海道のね、もう子供が食べたいとも言っててね、それでちょっと遅れました、配信が。食べたいやっていうね、濃すぎましたね。ケイン濃すぎましたね。いや私の地域はね、そこまででもなかったですね。昨日朝が午前中が一番なんかピークでした。雨あれと思って、意外やなと思って、意外でですね、思ってたほどではなかったです。よいしょ。なんかこうやっぱりあちらの方ですね、また九州でいうと意外と南の方の、八代とか、前もちょっとあんま良くなかったねありましたけど、八代とか空いたところがちょっと不安な感じがしますねっていう感じなんで、お気をつけくださいね。もう本当にね、ちょっとね、あちらの方がなんかハザードマップ的なやつを見たらかなり濃くなっていたんで、ちょっとアクリルで例えばね、少しこう散らしてみて、びしょびしょというほどで、今日はですね、アルシを使ってます。もし質問あったら遠慮なくしてください。よいしょ。ピッ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 。鮮やかな緑とかをね、ちょっとこう初めの段階にこうつけておいても面白いかもなと思いますので、今日は私が寝坊しまして、昨日あんなこと言うといて8時まで寝てました。3時に起きて仕事してたんで、6時ぐらいに眠なって、
ですね。どうですか皆さん、3連休どうお過ごしですか？これから、今日はお出かけとかですか皆さんね。あれはやってるんですか？グループ展の方は、飯田橋の方は今日祝日はやっているんですか？知りませんが、少し鮮やかな緑というところをちょっと探しておいておこうかなと。やっているんですか？エミさん、届きました。始めようかなと思った瞬間に届いて、はい、下ではギャーギャーなってますが、ほっときましょう、皆さんね。見たいと。いや、楽しみですね。今日の晩ご飯に。はい。ただなんか、一般的ななんかこう、オーブンっていう、あれ、なんていうの？ IH のあれに、多分入らないのって2人で言ってて、半分に切るんですけど、これでね、焼き魚が描けるんじゃないかということで、ようやくですね、赤い魚の方からのリクエストを叶えれる可能性が出てきました。可能性だけですけどね、ホッケを描く。美味しかったですもん。もうエミさんのとこで食うた、もうめちゃくちゃ美味しかったですよ。北海道皆さんね、ホッケ、もちろんカニとかもね、もう美味しいんですけど、ホッケにビビりますもんね。でかいしね、ホッケ。居酒屋さんとかで頼んでもでかっとなりますよね。もうホッケだけはなんかこう全国に行かずに北海道にとどまってほしいですよね。いろんなものがこう全国に行ってしまって、なんかね、なかなか地元のものを地元で食べれないという現象が起きることありますからね。よいしょ。熊本の赤牛っていうあれ牛があるんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。僕実は脂身が強いのがもうおじさんすぎて食べれないんですよ。でもその赤牛に関しては脂身がなくてめちゃくちゃ美味しいんですよ。熊本の阿蘇のね、これめっちゃ僕超美味しいんちゃうかという思うぐらい、いろんなねありがとうございます、美味しいお肉も食べたことあると思うんですけど、脂身の少ないね赤牛がすっげえ美味しいんですよね。カフェポーポキは月曜定休日、今日お休みやじゃあね。伊藤徹さん、雨に負けましたね。埼玉曇りですが降ってません。いいね。ホッケー学いいですね。でも頭とかないからね。頭とかあれへんからね。双葉ウッドさんもこんにちは。お元気でしたか？久しぶりですね。ジャパンは今日も祝日です。今日は海の日なんで、夜は海の動画あげようかな思ってますけど。皆さんね、ちょっとダラダラお付き合いください。もう本当にもうダラダラと今日も進めていこうかなと言いながら、アクリルのですね、なんやかんやを適当に飛ばしたりして、マチエル作ってます。じゃん。どうなるかはちょっとあんま分かってないですけど、なんとなくの頭では想像できてますけどね。はじめにちょっとアクリルで、マチエルをちょっと作っていってます。苔むす風景を描いてほしいという、リクエストありまして、あとなんか本当リクエスト軽い気持ちで送っていいですよ。焼き魚描いてくださいぐらいの感じでいいですよ。あと風鈴、夏のもの風鈴、なんかねガラスのものだけはなんかちょっとやってみたいなっていう気はするんですけどね。ガラスのもの、おお綺麗ね。ピュ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 、足を持ってくれよかった。今やってることがサムネのオチですね。はじめにちょっと複雑になんか少しマチエルつけてみたらっていうことですね。ちょっとこのぐらいで一旦乾かしましょうかね。もうちょっとかな。よいしょ。なるべく僕なんか旅行行くときは今の仕事形態を考えると、ちょっと青入りました。綺麗ね。仕事形態を考えると、なるべくですね、平日に行った方が安いんですよ。どれぐらい安いかな、人も少ないから、だから奄美大島、徳之島、行ってきたんですけど、お休みに行ってきました。平日に行ってきました。それでも40万ってかかるんですよね。
大人5名、だいたいこう能登の寄付金の1回分、2回やりましたけど1回分ぐらいです。よいしょ。綺麗でしょ。アブストラクト。赤牛うまいですね。久保さん知ってますかね。ホッケを公募展、勝つための絵作りという観点で、描いてもらうということかので、公募展でかむずっ。公募展で勝つための、それは何、こう画材は何でもいいの？多分ね、僕抽象画に近いような感じにすると思いますよ、ざっくり言うと。公募展に勝つためやったらね、写実的じゃなくてもうかなり拡大して描くと思います。で後で寄ったら、後で引いたら、ホッケやんけっていう見せる方向でいくと思いますよ。言うてること分かりました？多分ね、引きでちょっと黄色入れました。よいしょ。多分そんな方向でいくかな。赤牛美味しいですよねって嬉しいな。知ってやるんですね。多分そっちの方向ちゃうかな。勝てるとしたらね。そうね、そんなちょっとずつ乾いてはきてますね。よいしょ。ちょっとドライヤーすみません、乾かします。乾燥中。よいしょ。あざみですか。あざみもうちょっと季節終わったもんな。もうちょっと早く言うとしかったら。あざみもまだ咲いてます。アザミって結構この西洋アザミって結構あれなんでしょ、厄介なんでしょ。厄介もめちゃくちゃ繁殖力強いでしょ。僕一回庭になんかこう山から借りてきて返す予定ですよ。大丈夫ですよ。山から借りてきて取ったとか言ったらあかんものありますからね。うちの実家の庭にあったやつや。だから実家のやつは自生してたやつですけど、借りてきて庭に植えたらうわーっと増えたんですよね。でもやっぱ暑すぎて3年目ぐらいにはもう何もなくなりましたね。なんかね、ごめんなさい、もうちょっとドライヤーでごめんなさいね。
すみません。ドライで乾燥中を。春花水木さん、メンバーへようこそ。ありがとうございます。これ一回ちょっとどっか置いとこうか。お兄ちゃんたちがこうへんことを祈ります。先日、お久しぶりです、りょうこさん。あざみ書いてくださいね。赤坂さん、それ面白いですね。そんなんで落ちたらね、あれやからね。いや、どうするかな。アクリルでいくかな。油絵かアクリルやろな。何号ぐらいの展覧会？ 3 号、50号、100号。春花水木さん、ありがとうございますと。エミさんから、先日奄美大島から40代70代の親子が4人来てくださいまして、興奮したくさんお話聞きました。インスタもゆうのさんのインスタを見せて紹介されたそうですよ。素晴らしい。これね、僕ちょっとあれをやりたいんやけどやめとこうかなもう一回実はこれね、マスキング液もやろうかなと思ったんですけど、ちょっと乾かんかった時のことが怖いから、あとドライヤーをちょっとかけ続けるという放送になってしまいそうなんで、これなんかあれでしょ、こういうホルベインの全然使ってへんから、ちょっとやろうか、せっかく。うわ、なんかもうわけわからん、なんか変な虫が出てきたような感じになる。うわ、もう最悪か。水で薄めた方がいいんですか、これって。誰か教えて。あんま使ったことないからなるべく貧相な筆、今使ってたやつでええか。水とかで薄めて、これあれなんですか、使うんですか。あんま僕この液体状のやつ使うとこないですけど、こんな感じでいいの。これなんかあれでしょ、すぐになんかした方がいいんでしょ。なんか中性洗剤かなんかをつけながらやるとか、それで洗うとか、なんか結構そういうご意見ありますけど、わからないんで合ってますか。これがどういう効果をなすか。まあ透明水彩だけでね、なかなか僕ちょっと難しいちゃうかなと思うような人が結構いるなと思って、僕はこんなことをいろいろ試してるんですよ。こういうのね、ドボッと落ちたとかあったね。いや、ありがとうございました。もう皆さんね、本当に焼酎、宮崎のくっせえ焼酎とお中元でですね、ありがとうございました。あとメロン、ありがとうございました。あと桃も今届いたっぽいですね。あと、ホッケ、最高ですよ。もうこれ水かなんかにつけといた方がいいの。なんかもうあかんわ誰とんのこれ。誰か今一瞬で中性洗剤をつけた方がよかったの。もうわからんかった。それさえわからん。よいしょ。ということで、またドライヤーで乾かします。よいしょ。
すみません。完全に乾いたかな、ちょっと微妙かもしらんけど、皆さんはね、じっくりやってください。じっくりやってくださいね。春花水木さん、ありがとうございます。戻ってこれましたってことを書いてありますね、メンバー。ありがとうございます。もう本当にもうね、皆さん。ちょろっと前言ってたと思うんですけど、来週ぐらいにはなんとか、できんかったらごめんなさいね。メンバーの人のためのホームページをちょっとまだ先方とは話してなくて、今突然ここで話したんですけど作ってくれてる、人とお話しして、そのホームページ計画はちょっとこう進めれたらなと思ってるんですけど、ちょっとこう皆さんにも分かりやすいようになんとか、ね、できやんかなとは思ってるんですけど、まあ3ヶ月以上メンバーになってくださって鬼高評価に1回でも2回でも出したことあるという人ね、いうような感じにしましょうか。誰でも彼でも出していいというね、1回だけ出したっていうんじゃなく3ヶ月以上で、1回だけで3ヶ月以上の方とかにしましょうかね。なんかね、で別に載せんでもいいんですよ。それも自由です。もうそんなね、全員載せなあかんとかもそう宿題感覚になるの嫌なのでね。ヒレアザミとかアメリカアザミはまだ咲いてますと。おお、そうか。公募展のそうか、こちらに持ってくれ。昨日と同じやね。公募展に勝つための絵作り、今公募展用の絵描きながら聞いてました。描いてる画面見てあかんわ、次頑張りますと。小木曽先生優しいです。優しくないって、優しいなってたまに言われるんですけどね、優しくないですよ、本当に。もう優しくないですよ。で、昨日もチビにイラッとしてました。おいとかいう感じでチビにね、もう朝から今日もピザパン食いたいとか言い出して、そんなん嫁はんがね、チーズがないと言うたら、それでも食べたいとわがまま言うたから、おい無理やって怒りましたよ。買ってこいとか言い出したから、おいって怒りましたよ。優しくないでしょ。優しいわけがない、そんなんね。これちょっと筆があかんね、腰が荒れへんから、もう限界きてんね。4号やなく8号でいくか。このぐらいのサイズやったらね、4号ぐらいが理想かなとは思うんですけどね。よいしょ、皆さんのなんか来てます？ホッケの開き当館で大人気。昨日は10組のお客さん。うわー、そうなんやね。いや、ホッケ美味しいですもんね。あとやっぱなんか北海道のね、いろんなお酒があるとよりいいですね。こうね、飲みたいですね。九州から来た人ってやっぱかたくなにこう焼酎飲みたがる人いますからね。じゃがいも焼酎ぐらい用意しておいてもいいかもしれないですよ。かたくなな人いますからね、九州の人は。豚骨しか許さんみたいな人いますからね。北海道来たら味噌か塩か醤油でしょっていう感じなのに、かたくなな人いますよ。そういう人のためにもね、なんかね、焼酎かなんか用意してあったりするとね、ちょっと青とか入れて、この陰影をこうつけていっております。中性洗剤でよく洗ってください。中性洗剤、これやっぱなんか用意しておくべきなんですか。もうちょっと僕は筆につけて書くタイプのがほぼ使ったことないんで、もう未だによう分かってないです。あとこう配信やってるとね、どうしていいか分からんちゅう。一応マスキング液の効果も出るかもしれないし、出ないかもしれないということで、よいしょ。一応下書きは軽くしておきました。で、一番のこう濃淡、2色に分解 してみたらどんな感じかなぐらいの感じでまずこう書いていってます。2色に分解したら、言ってること分かります？ 2 色に分解したら、2色に分解したら、
あとなんかね、古典のあれも昨日おとついぐらいかな、川口和子さんがこちらでは八重椿さん、川口和子さんが横浜の方でされると。あと中村誠一さん、清中さんですね、ね、が佐賀かな、あれはでされるということで、よかったらですね、鬼講評会の方のコミュニティ欄の方に載せてありますので、ぜひぜひお近くとか、なんかね、川口さん初個展やんないかな、清中さんは2回目ちゃうかなねえ、すごいですね。皆さんそうやって個展まで、グループ展もそうなんですけど、月曜日はポーポキさんは休館ですけど、グループ展から個展から皆さんがそうやってされるようになってきてね、嬉しいですね。また学ぶこと多いですよ、個展はね。本当にね、いろんな意見があってね、全部聞かんでいいですからね、皆さんね。私の鬼講評と同じですからね、必要やなもう情報聞いてくださいね。ある公募展の入賞作をみんなですごいねと見ていたところ、一人のお姉様がでも欲しいと思う絵は一つもないと鋭い発言を、家と勝てる絵と欲しくなる絵って違うんだと。いい絵と欲しくなる絵と勝てる絵違うね。いい絵と欲しくなる絵と勝てる絵は違う。いい視点ですね。それ動画撮れそうやな。ちょっとメモしとかんとな。いい絵と確かにね、いい絵勝てる絵、私なりの分析なんかあるかな。どういう風です。確かにそれ違うね。お姉さん素晴らしいですね。誰か知らんけどナイスご意見ですね。確かにそうなんですよ。だから僕はやっぱりこう飾りたいような絵は多いと思うんですけど、勝てる絵っていうのとかっていうのはなかなか難しくて、でいい絵っていうのは分からない、私が評価することではないのであれですけど、でもなんかいい絵の基準っていうのは多少あるとは思うんですよ。いや、いい視点やな、さすがやな赤坂さん。赤坂さんが言うたんちゃうか、お姉さんが言うたんが素晴らしいね。そうなのね。だからこうなんていうのかなね、こう今を鋭く切り取ってるような作品、でも意外とそういうのを海外の人とかは飾りたいとかっていう人はだいぶずれてるな、結構いたりするんですよ。やっぱりその今の時代ということで表していて、意外とそういるんですよ。いるっていうか、そういうのがこうなんていうかね、大きな会社とかの、本社とかにズドーンと置いてあったりとかするとかね。よいしょ。この辺マスキングね。よいしょ。何時でしょうか。いやなんかこうもうすでにマチエルがついているから結構僕の中ではおもろいですわ。ゆうのさん、少しでもファンが増えるといいですね。皆さんのインスタもお客様との会話の中でおすすめできそうな内容ならぜひ宣伝させていただきますだそうですよ。私別にインスタとかあんまり適当にやってるからいいです。大丈夫、ありがとうございます。僕自身がねもうあんまりこうインスタのコメントの返し方いまだにちょっと分かってないんですよ。で Facebook も最近正直全然見てなくて申し訳ないなと。もう Twitter も当然なんですけどただ情報流しているっていうなんか来たぞ、静かに来たぞ、なんじゃい。弟やった。ちゃんとやらんといかんのですけどね。よいしょ。結構昔からやってたからなんですかね。もうなんか若干飽きてしまったというかですね、そういうとこはダメなんでしょうけどね、まめに やれないというか、返事とかもなんかねぼーっとしてて、よいしょ。そういうの来ましたよ。もうね申し訳ないね、こんな私はね遊んでてねパートナー妻ママ、は面倒見てくれて、も
わ、鬼ごっこ始まった。やばい。すっごいうるさいですよ。すごい、昨日も押し入れの中が隠れたんですけど、見つけれなくて、30分押し入れの中に閉じ込められました。幽閉されました。出ていいって言ってもですね、まだとか言ってですね、すんごい暑いんですけど。よいしょ。松下さんもおはようございます。さつきさん、赤坂さん、わかりますと、ポンさん、わかりますと。いいね。アンドリー・ワイエスならいい勝てる、欲しくなる、全部見た人ですよ。いや、でもね、意外とね、そうね、でも、そうね、写実、そうね。YS の場合やっぱなんかこうちょっと抜きみたいなねところも全部がガチガチっとしてなくて写真っぽさじゃない部分みたいなのがあるからっていう強さでしょうね。確かにね YS なら全部ね人によってでしょうけど、別に欲しくないという人も世の中にはいるでしょうけど、確かに言える、確かに言える。そうなんです。これちなみにですね、ちょっと皆さんに松平家のお墓です。肥前島原の松平家の墓ですね。この辺にこう島原城主の建立とか書いてあってね、松平なんとかとか、松平さん申し訳お借りしておりますすみませんね、すごいですよね。よいしょ。なんか言うとるな。まあなんかマチエールができてるからね、こうちょっと面白いですよね。もうこの段階で。はい、泣きます。はい、弟が泣きます。よいしょ。すいません、ちょっと騒がしになりますけど、下でやってくれんかなと思うんですけどね。どんどんしております。さすがに2日間家に幽閉してたからやつらをもう今日は出さんといかんなと思うんですけど、もうねこういう連休のね子供デーとかしてくれんかな。子供しか行けませんという日にしてくれんかな。子供連れしか、そういうバカでかい施設作ってくれんかな。飛行機で誰か怒られたそうですよ。80オーバーのですね女性に、私子供嫌いなのよねって言われて、ちょっとパブリックよって怒られたそうです。誰か。そこまでうるさくなかったこんなうるさくないですよ、もちろんね。弟はなんか寝てましたしね、その時ね。よいしょ。ビュートラフィーネの8号を使ってます。タッタタ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 タ。よいしょ。ちょっと温度1度下げます。なんかブワー汗出てきたやつがなんか飛び込んでくるんちゃうかという緊張感から。松本めぐみさんもおはようございます。横浜 M さん、何が始まるのか楽しそうというおはようございます。もうこの段階でなんかねちょっとこう形は見えてきたでしょ。陰影をこうなんか使ってね。よいしょ。うるさいの始まるぞ。ちょっと緑も入れていきましょうね。今我が家はですね、カブトムシが4匹、クワガタはおそらく30はいますね。逃がしたんですよ先日相当。カブトムシが、6匹ぐらいかな。オス3メス3ぐらいかな。でクワガタが、おそらくだいぶ逃がしてもまだ30。
まあ夏始まったばっかりやのにねね、もう。そして、七節、これが意外と子供の中では大人気。七節を飼ってます。これはめちゃくちゃ飼育も楽なんで、飼育は楽です。七節を飼ってます。七節1。そして、カマキリ、約10もおらんか。朝起きると減ってるんですね。はい。すげえなーと思いますよ。減っとる。もちろんバッタを一生懸命取りに行くんですよ。もう晴れてる日はもう必死で、もう朝幼稚園の前に必死で取りに行きます。ご飯ですからね、バッタを取って。という今我が家の夏の昆虫事情でございます。暑い。ちょっと緑もこう同時に、入れながら、幼稚園の先生ってすごいよね。あんな恐竜みたいなのをね、5人10人をこうね、偉いなと思いますよ。もう尊敬しかない。学校の先生と呼ばれる中でランキング1位かな。まあ2位はまあ中学の先生とかもうね大変やなと思いますよね。大学の先生が一番楽やろうね。それもできんかったら僕はもう人間として終わってますけどね。よいしょ。飼育している昆虫は捕まえたところで逃がしてくださいね。はい。よいしょ。ちょ。ピューと。もうなんかね、アマミノコギリクワガタを捕まえた時点で私の夏の最終は終わりましたねという気分ですが、我が家の YouTuber がベラベラ喋っておりますね。よいしょ。よいしょ。もし質問あったらしてください。湘南 GG さんです。いいですね。ふうみさんおはようございます。先生が描かれると何でも素敵になりますね。尊敬しかないです。めぐみさん、カフェには猫はいないそうです。猫アレルギーなのでカフェポーポキには行けそうにないです。ということでね、猫はいないけど猫好きが集うカフェでいいのね。カフェポーポキよかったらね。あれですもんね、メンバーの人じゃなくてもあれには入れますもんね、多分ね。メンバーの人じゃない人で、赤い魚の赤坂さんがそうでしょ、確かね、主催している、会何やったっけ、何やったっけ、山賊の会ちゃうな、人の悪口を言う会ちゃうな、何やったっけ、忘れた。芋焼酎の会、すみません、だいぶ間違えてました。確かメンバーの人じゃない人もいたような。一回飲み会に僕ちょろっと顔出したことあるんですよ、オンラインの。多分そんな感じだったような。オンラインの飲み会ね、またねやってもいいんですけどね、なんかみんなが方々で喋り出したりするとね、やっぱりねなんかなかなか音声がぐちゃぐちゃっとするので、あれ難しいですよね。喋ってない時に切るということを。よいしょ。すごい、奄美のとか言ってるすげえクワガタ博士になってますよ国立新美術館で早期展、ね、さつきさん、国立美術館で早期展でたくさんの読みましたが、グッとくる来た作品、早期展頑張れ
もうそういう率直な意見で僕はいいと思いますよ。もう率直な意見。それをこう分析するのも大事ですよね。なぜグッと来なかったかっていうね。うっさいな。まあもちろん好みの問題とかもいろいろあるんですけどね。うるさいな、本当に今日も一段とうるさいな。まあ、団体店っていうのはね、どの団体もやっぱりこう同じですよ。世の中と高齢化が進んでいるので、若いこう作家さんを欲しいという会は多いですよね。大学を卒業してまあね、出す人どんなもんなんですかね。今すぐこう出したり、そこの学校の先生が出されてたりとかしたらこう出されるということもあると思うんですけど、まあ、僕ほどではないにしても皆さんね、こうちょっとこういろんな人間関係めんどくさいと思うような、僕ほどではないと思いますよ、皆さんがね。僕はひどいもんなんでという人にとっては若干めんどくさい部分もあるのかもしれないし、ないのかもしれない、知らないですよ。はい、なるべく批判的なことは言わないようにしながらね。出品料とかね、若い人タダとかにすればね、それでもどうなんかな、分からんけどね。今はこうなんか自分で発信できるようになってきたから、昔と違ってねっていうのはかなり僕団体店離れの一つ、寄与してんちゃうかなというふうに思うんですよね。でもなんかやっぱりこうちゃんとこう定期的に展示できるという機会ではいいかなと思う点があるんですけど、なんかこうね、僕みたいにバチバチやろうやっていうタイプの人間は嫌われますんでね、気をつけてくださいね。はい、よいしょ。レンさんおはようございます。お基礎動画メンバーじゃない人も入ってきてます。ああ、いいですね。そのうち一度ぐらい鬼コーヒーを出してみたいと言ってまして、もうぜひぜひね、一度ぐらい出してもコテンパに人間ってそんなにね厳しくいけないんですよ。もう基本ね、優しくなってしまっていてね、皆さんねもうちょっと厳しくというあれもあるかもしれないですけど、やっぱねそんなにね、よいしょ。ちょっとアクリルで塗った部分がこう弾いたりもしてね、弾いたりしつつですね、よいしょ、よいしょ。いや、妻はもうちょっとええわって言ってました理由はね、めちゃくちゃ暑かったんですよ。まあ、現地の人もボソボソとこんな暑いのあれないですよっていうぐらい暑かったんですよ。もうそれでやっぱりもう僕らも本当クラクラでした。子供たちはちょいちょい寝たりとかねできるからあれで、僕なんかもこうたまに車の中寝たりとかして、まあ、僕は個人的にはまた行きたいなと思うんですけど、やっぱ子連れっていうね大変さはね、ね、海外旅行なんか夢のまた夢ですよね、ちび連れて。もうちょっとしたら、これで一回また乾かして次の層を塗ったぐらいでマスキングを剥がしていこうかなと思います。
ごめんなさい、音声がごめんなさい、音声入ってなかったですね。何の話したかな。ごめんなさい、ごめんなさい、大した話してないです。すみませんでした。ありがとうございました、コメント。すみませんでした。ドライヤー乾燥中マイク切らなかった。すみませんでした。奄美の人、仕事以外で昼間は出歩かないです。泳ぐのも朝か夕方です。音声入ってない。お、今日は忍者の人が来た。忍者ってなんじゃもんじゃ、忍者ってなんじゃもんじゃ。おいしょー。特に今日髪切らん？髪、スマウス触らんといて。これちょっと大事。ねえねえ、今日髪切らん？嫌なじゃなくて、髪切らんちょっと。ねえ、2ブロックにしたいんやけど。だかん？毛量が少ないから特にできへんか。今何してたの？ねえ。特にもうちょっとおしゃべりしてよ。とか好きな食べ物は何ですか？虫ですか？これ絵の具使ってるじゃん。絵の具、それ触らんでね。それアクリル絵の具や。ついたらもう大変やで。もうママに怒られるで。これ何？これ何してるの？おはようございます。今声出てるでしょ？今まだ声出てない？出てないかな。もう出てる？大丈夫？私のはマイク動いてるけどな。ダメ。声出てます？ちびの声入ってなかった？ああ。忍者でなんじゃもんじゃ踊って。出てます。よくチャッピーさんありがとうございます。すみませんでした。はい。おじさん一人でやってます。おじさんという民族はこんなもんです。許してあげてください。で最近はね、音もマシになったと思いますのでね。もうそんなもんですよ。パソコンが苦手なおじさんです。それでもなんか楽しくやってます。やっぱね、全くできひんアナログっていう人もね、初めはもう失敗していいんですよ。コメントとかも一回やればできるようになりますって。簡単。すぐ削除とかできますから大丈夫ですよ。皆さんそんな気にしてないからね。よいしょ。ねえ、こうね。ほんと晴れてたらね、なんかね。なんかこう来週の、水曜日ぐらいに梅雨明けの感じがするという予報が出てましたので、なんとか梅雨明けがしそうな気配でございます。ちょっと薄く塗ったりとかしながら、ちょっとハーフトーン、なるべくこう白いところをなくしていくような仕事をちょっとしていって、よいしょ。ねえ。こう透明水彩の白とかもね入れたりとかしてグレーとか作っても面白いかもしれません。すいませんでした。音ねちょいちょいありますよね。今聞こえてます。ダーダーダー、お子さんの元気な声。よかったよかった。大した話してないので安心してください。大した話1ミリもしてませんので安心してください。はい。ある程度こう髪の白さみたいなのが埋まってきたら思ったらマスキングを外そうかなと思ってます。でかなり薄く中間層を塗っていくような感じで、ごめんなさいね、おじさんっていうね、もう PC が弱いおじさんが皆さんからの支えられてやっている。ほんとね、もうね、イラチなんで、イラチってわかります？イライラするんですよ。手で書いた方が早いんやって思うことが多いんですよ。ね。どれくらい経過した？何分経過した？何分経過しましたかと。58分。53分。53分って。ありがとうございました。本当に皆さんなんか知らんけどいっぱい来てもってね、ありがとう。明日も本当に100人来てるね。嬉しいね。昨日少なかったですね。なんか昨日はなんかなんか変な、ちょっと早すぎたから、今日のがちょっと遅いから、でも夏場ってね、なんか出歩くのもね大変ですもんね。
もう東京とかも暑いでしょ。でも奄美大島とかのなんか方が若干なんかね、やっぱりこう吹き返しみたいな都会のなんていうの、ああいう感じとかビルジングのなんかね、ああいうのじゃない暑さで、いや本当でも良かったですよ、おさやさん。本当にアマミノコギリクワガタってやっぱでかい。もうちょっと感動しました。あれだけはちょっとね、地元で逃がすことできないので、また我が家の標本コレクションに入っていきますけど、よいしょ。これ影今一層ね、これグッと多分濃くするともっと雰囲気多分出てくると思いますよ。ゆきちゃんありがとうございます。こちらね、サムネイルに書いてあります。レイさん、小屋さんです。小屋さん書いてなかったっけ書いてなかった、ごめん。書いてたような気がする。書いてなかった、ごめん。小屋さんのなんかお墓がバーっとあるとこですね。よいしょ。で、今回はちょっとね、複雑にマチエールを始めつけてみたらどないなりまっかなっていうので、まあ僕何度もこう言うてるんですけど、透明水彩だけでこう勝負かけるってなかなか公募点とかね、難しいとこあんちゃうかな。だから先ほどのなんか今日すごくいいあれですよ、赤坂さんのコメントで誰かがおっしゃった、いい絵と賞を取れる絵と飾りたい絵は違うというんでね、なんとかこうその全てを網羅できやんかと、なんとなくこう配信で実験、自分がこう出したことないからわからないですよ。だからそれのヒントになればなって思いながら、透明水彩にこだわりちょっとだけこういうね初めの段階やったじゃないですか。ああいったことぐらいやってみてもおもろいんちゃうかなと思う人が高評会とかで皆さん出してくださってるのを見ながら思うんですよ。ね、せっかくねやったよね。そんなことを思いながら3点投資図法ですね。プシューってプシューっていう感じですね。アスカさんもおはようございます。お仕事終わりましたね。アスカさんの作品があれで売れたというね。いや皆さんもね、なんかね、一つのこういろんなコミュニティができてきてね、まあおじさんはもう本当に、もうあれですよ、適当にいる程度なんで、皆さんでね、なんか小木曽の悪口を言う会をいっぱい作ればいいんですよね、本当にね。実際に実物をこうなんか並べてみたりとか飾ってみたりするとまたこう印象がね、もう高評価に出すっていうのも一つですけども、そこからこう実物現物を並べてみたりとかして、見るっていうのはこう一つやと思いますしね。よいしょ。よいしょ。という感じで、少し2層目がある程度こうかけてきたかなと思います。初めの下地を塗って、今2層目の仕事をしていきました。でなるべくこうね、絵の具を白いところ、多少はもちろん残っていいんですけど、なるべくこう残さないように、塗りながら、なんでかというとマスキング液ですね。マスキング液を取ってあんま効果出ないと思います。はっきり言ってしまうと、もうそれはなんとなく分かってますけど、マスキング液を少しこう剥がしていって、それがなんか効果に少し、多分どっかにYouTube とかにあると思いますので、中性洗剤を初めにつけとけばいいのか、ここにやっぱどうしてもね、マスキング液が残ってしまってますんで、これをどうしたらいいの絶対ホルベインさんかなんかの YouTube かなんかありそうなんで、皆さん勝手に調べてください。
指でネチネチこう取った方がいいのか、乾いてから取った方がいいのか分かりませんが、だからね、安い筆使います。でドライヤーで音消します。入ったね。でドライヤーで完全に、時間ゆっくりやってくださいね。乾燥したら指とかで乾いてへんな乾いてへんな、マスキング液を飛ばしたやつ、ちょっと水色を、スパッタリングもしたから、それもなんか取れたりとかしてますね。奄美はね、僕の地域からは福岡空港から飛んでました。1時間ちょっとかなで飛んでました。なんかこう、考えてみたら、沖縄とかね、石垣島のが僕からすると若干都会かなと思いますね。若干ね。石垣島もすごいですけど、ただすっごいこう島の雰囲気、徳之島もっと田舎でしたね。最悪乾いてなかった。一番端やったか。ほとんど効果出てないでしょ。近くに寄ったら見えます。このマスキング液の完全にもう時間かけて皆さん乾かしてください。もう1時間ぐらいほっときゃ乾くんで、これはもうしゃあないんでね、ライブ配信なんで皆さんは時間かけて。杉本さん、我が家はね大丈夫やったですね。見てるともうちょっとやっぱ八代とかなんかあっちの方がなんかマーク的にはなんかあれですね。うちの男はね大丈夫でしたね。なんか朝だけバーっと昨日降ったんですけど、今日も全然大丈夫でしたよ。おかげさまで突出法少し分かりました。よかったよかった。自分の目線の高さこの辺でこう上に行くとキューッとね、で奥に行くとキューッとなったり、こういうところに見えるのこうなってってたりとかするでしょ。昆虫標本キット売ってるでしょう。売ってるんですよ。ただ昨日またわがままクソ坊主が出てきて、YouTube でプロがやってる標本ってあるじゃないですか。足を一本一本こう虫ピンみたいで刺していくと、あれやりたいとか抜かしやがってできひんって言ったんですけど、やりたいとわがままクソ坊主が一瞬始まって、無理やって言ってるやんけっていう話になったんですけど、優しくないでしょ。もうそんなん言うやったらおとんやらんでって言ってですね、やりたいとか言うたんですけど、なんとかギリギリで、そんなん今からもまた買いに行かなあかんやんけとかって、売ってないよホームセンターとかって言って、わがまま少年をなんとかなだめたという昨日のお話でございました。なるべくね、もちろんこうやりたいということを叶えてあげたい気持ちはあるんですけど、できひんもんもあるということを少しはね分かってもらわんと。
ちょっとこの鐘楼お墓やね、お墓の、ところ全体的にシルエットで、もうちょっと強くですね暗くなっているようなところがあるので、そういうところを少し暗くしていって、まず3層目プラスも書き込みみたいな仕事かな。マスキング液を剥がしたことによって影の中とかにも白が来てるでしょ。でこういうのを少し抑えつつもちょっとしっかりと濃い色をぐっと差し込んでいきながら、苔むすなんとか取れてないね、マスキング液。もう最後の最後に取ってもいいかもしれない。ここ大きいの取れてないね。この辺にも大きいのあった気がする。なかなかよりで見せれないところが苦しいとこなんですけど、結構ね、熊本鹿児島間新幹線止まってます。止まるでしょうね、多分ね、今日の雨だったらね。よいしょ。特になんかあの辺が結構八代、また泉とかね、あの辺りとか心配ですよね。よいしょ。八代もね、あれ一昨年やったら去年やったっけね、結構大きな、被害ありましたけど、大きな被害にならないことを祈りながらの配信です。よいしょ。またね、能登の方とかもね、どうなんですかね、復興とかちょっと進んできてるんですかね。明るいところちょんと見えてても、薄いの塗るとね、チラチラと見えてきたりとかもしますのでね。大丈夫かな。今も昆虫標本作ってますよ。飛行機ですね、ありがとうございます。風民サイダーどこかな、熊本とかあの辺かな。うちのおふくろにはだから全泊で福岡空港の近くに、宿取ったって、そこから何分、そこから生かしてありました。熊本なんですね。よいしょ。ピュ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 。よいしょ。ちょっと前に出てきたでしょ。ちょっとね、ぐっと前出てきたかなと。発泡スチロールの糸と待ち針があればできます。いや、あれね、なんかそこまでやる体力も気力もなかったんですみません。そういうのなんか本当にね、近所とかにいたらうちのちびにやってあげてほしいよね。今やったらね YouTube とかで調べれるんでしょうけど、大変なんやでっていう。だって全然手伝わないですもん。言うだけですからね。やれと言うだけなんでね。自分がやるんやったらええけど、もうちょっとしたらできるようになるんでしょうね。4歳今あれやから、ぐっと前に出てくるような感じで少し濃いめの色を置いてみたり、隙間を描いたりとかしながらぐっとですね。よいしょ。よいしょ。
そうそう、除去用のマスキング液売ってるんですけどね除去用の売ってるんですけどね、なかなかね、そこまで気が回らないというかね、もうめんどくさいというかね。よいしょ。よいしょ。書けそうでしょ、これぐらいやったら。なんか今日のはなんかすごい皆さんでもいけそうでしょね。絶対いけるでしょ。出た、始まったぞ。誰か突っ込んでますか。かける詐欺が始まったぞ。今日のは皆さん絶対いけるでしょ。もうね、今日いけんかったらもう僕ほんまもうあかんわ。何がわからん。いけそうでしょ。でちょっとずつこう密度をあと上げていくという作業をしていこう。あ、ここに赤いのはちょっと鮮やかなこう画面の中で少しね、今日いけそうでしょ。なんか今日のこうマチエル作っていって書いていくなんて面白いでしょ。なんかこういう仕事やったら屋久島とかのね、なんか苔とかも、屋久島となんか奄美大島もだいぶ印象違いますよ。ちょっとね、少し密度とかを上げながら書き込みとかをしながら少し最後の密度を上げていく仕事をしていこうかなと思ってます。1時間どれぐらいだったのかな。1時間10分ぐらい、11分、そうか、って言ってます。近所なら標本の作り方ね、教えに来てくださいよ足ピンと刺すにはどないしたらいいんですか。足ピンと刺すのなんかこう普通に売ってるセットではなんかドライヤーで乾かすとか言うてもなかなかこうそううまくいかないんですよ。どうしたらいいんですか。誰か足ピン、昆虫の足ピン、なんか水につけるってどうちゃらこうちゃらとかちび言い出してもうめんどくせえと思ったんで誰かめんどくせえっちゅうのに対応できる。伊藤徹さんはあれなんかな、やっぱその通るだけあってそういうこうなんか通る系のが強いの。よいしょ。はい、ネチネチ系が好きな人ね。鮮やかなちょっとグリーンも少し差し込んでいきながら、いやーほんとよね。よいしょ。簡単なのは発泡スチロールの板に脱脂綿を敷いてそこにクワガタなどの昆虫を針で固定して足を整える。足カッチカチなんですよね。脱脂綿引いてたら伸びてくれます？伸びてくれるっていうか柔らかなりますかね奄美ノコギリクワガタだけはめっちゃかっこいいの作りたいんですけど、ちょっと筆あれへんかと。足や手や羽はピンで形を整えるんじゃなかったかな。それがこうなんかもうなくなってすぐってこと。すみません、興味ない人にはね1ミリも興味ない話を延々としてますがね、あとはもうこう密度を上げながら完成度を上げながらね、複雑なマテリアルが作れてきたかな。どうですか。
コケムス。なんか字書いてあんね。これなんて書いてあるの？公みたいな字やね。で、肥前。こういう字はなんかある程度かっこよく書きたいよね。肥前。少しね。肥前。島原。松平。家。ぼしょ。よいしょ。ひ然島原松平家ぼしょ。よいしょ。まあ、絵の中でこういう文字はね、あんまりこう、崩さないように、崩さないっていうか、絵の中でこう、あまりにも唐突にこう描きすぎてしまったりすると、なんかこう、すごい違和感が出ることあるので、全体の中でどういうこう、見え方がいいかなっていうのは少し考えて、なんか急に強くなりすぎてもいかんので、ですね。よいしょ。甘いぞ忍者、忍者。忍者にまたハマってんのかな。でも仮面ライダーとかもなんかまだ好きですもんね。わからんね。よいしょ。お湯でふやかすのでは。やっぱお湯やろうな。お湯でふやかして、それで足を伸ばして固めるわけ。めんどくさいな、やっぱ。めんどくさいな。いや、そうやな、それやっぱそうなんや。お湯でふやかすのかな。乾燥してしまったのはお湯につけると柔らかくなります。色が変わってしまう昆虫もいますので、その場合はタッパーに水を張ってその中で1日。おわ、素晴らしい。ソーダは父が小さなピンで形よく整えてましたと。レジンで、昆虫を固める動画を見ます。レジン、いろんなのが出てきたね。ありがとうございました。もうほんとこれ見返せばいいんやけど私がね、自分の動画を見返すということをまずしないので、そうね、見返せばいいんやけどね。よいしょありがとうございました。ちょっと本当に、次の2023年版を昨日作ったんですけど、もちろんまだ2024年版、クワガタちゃんたちはもうほぼ全部超元気で、めちゃくちゃカブトムシ餌食います。くそ、カブトムシをちなみに昆虫カブトムシね、孵化したんですよ、昨年。で、一昨年知り合いからもらったんですよ。その人にやっぱりあれやね、どこでもともといたんって聞かなあかんね。よいしょ。カブトムシも逃がしたいんですよ。近所の人で欲しい人いたら。透明水彩を中心に、前半はアクリル絵の具で少しマチエルをつけました。よいしょ。本日もご視聴ありがとうございました。書けそうでしょ皆さんね。このぐらいもね、もう僕の動画ほほど見てきたやろうからね、ほほど見て毎日見てるとかいう人もいるんでしょ。もうほんまにもう大変やね。もう千何本もあって、それでライブ配信まで合わすともうわけわからないなってるでしょ。もう本当に何本あるのとか言ってるでしょ。何これとか、どっから見たいのとか、なんかね、なんかうまいことなんかできたらいいんやけどね。
まあなんか人気の順とかから見ていくとかっていうのが一般的なんかな、あれね。まあ、絵描く人って絶対にこれからもまたね増えたり減ったりっていうかこうまあある程度ねそこまでお金のかからない趣味パチンコとかねゴルフとかよりいいでしょ。奥様許してあげてください、ご主人にね。透明水彩から始めたらぐらいの感じでね。ある種とかまだ使わなくていいんじゃないのとか言いながらですね、ワトソンぐらいで小木曽のおっさん言ってたよって言って、ね、家でダラダラしてはるお父さんがいたら、お父さん子供の頃うまかったって言ってたよねとかって言って勧めてあげてはどうですか。このある種とかね高い紙でいきなりやらんでも、まあ、ワトソンぐらいでいいんちゃうかなというふうに思いますよ。よいしょ。基本的には飼育した昆虫類は死ぬまで飼ってあげてください。すみません、はい、申し訳ございません。伊藤徹さんに怒られてばっかですね。はい、申し訳ございません。よいしょよいしょ。だいぶ複雑になってきたね。苔むす感じが出てきました。どうですか。だいぶね深みが出てきたかなと思います。よいしょよいしょ。木登りトカゲって可愛いですよね。木登りトカゲね2回ぐらい見ましたけど可愛いですね。あんなおんねやと思って。はい、喧嘩になります。よいしょよいしょ。あ、そうね、この動画のコメント欄は見ますね。コメント欄チャットは見返すことないですね、まずね。はい、でもなんとなくはいふやかすぐらいでいいんやなと思ったらちょっと気が楽になりました。それをあの人言うてたよな。どっかの動画でやつが見たんでしょうね。赤坂さんありがとうございます。そうなんですよ、コメント欄は見ます。チャット欄を見返すことはまずないです。はい、パソコンとかねで見やんといかんでしょ。パソコンで自分の動画なんか絶対見ないです。ジャイアンツ戦ぐらいしか見ないですよ。はい、よいしょという感じでございました。11時過ぎになった。よしよし。一応11時ぐらいに終わるとか伝えてあるんですよ。今日やったらこれぐらいやろうなとか、1時間まあ20分30分かなとか、そういうのを一応伝えてあるんですよ。だからこういうふうにこうなんとなく時計も見ながらねもうちょっとこうかなとか、もちろんねアホほどかけ言われたらかけますけどね。よいしょ。鬼高評価今週、募集なんでよかったらですね、ぜひぜひ初めての方も、待っております。わからんかったらメールとかをねください。ちょっと 2,3 日前とか、まあ、今日でもいいですよ、もちろんね。やり方とかわからない人はちょっと早めにくれた方が、当日はなかなかこうメール自体がわーっとね100件ぐらい来ることがあるので、気づかないんです。おっちゃんという人種はね、これ質問のメールなんかっていうのね、後で気づいて、あ、しもたとかっていうことようありますので、可能ならば今日月曜日だね、火曜日水曜日、とかに、なんか質問とかをいただけた方がおっちゃんは返しやすい。今日でもいいですよ、もちろんね。ありがたいです。という感じでございました。ありがとうございました。標本作りの件は皆さん、もう一回真面目に YouTube とかで見返してみようと思います。もうちょっと先になるとは思いますけど、足ピンね。ちびの やってあげんといかんね。手伝ってくれたらいいんですけどね、1ミリも手伝わないですよ。ただ指示だけしてくるという、本当にもうね、どっかのもう偉いさんみたいな感じになってるんでね、手伝うって言うたから作るって言うてるという感じでございました。苔むす
を描いてみる。質問ないですよね。会話面白い。深みのある緑きれいですね。面白かった。北海道虫取り行きたいんですよね。木登りトカゲ、カメレオンも絵なら好きだけど本物怖いですと。虫取りチャンネルさんとか参考ありがとうございます。助かりました。沖縄で見た時感動した木登りトカゲね、めちゃくちゃ綺麗ですよね。ということでございました。ありがとうございました。超楽しいですよ。もう1日3回ぐらいできそうなんだけどなこっち側かな。じゃあね、なんか文字があって文字みたいな感じとかね、そういうことも考えたりしてます。よいしょ。今日は弟ちゃんが登場ぐらいでした。ある種の細めなんですけどね、結構しっかりそれでもゴツゴツしてる方かなっていうふうに思います。斜めアングルからの今日あげませんでしたが、ということでございました。お子様監督、そうよ、お子様鬼軍曹、うちのちびの鬼軍曹でございました。ありがとうございました。どないでっか書けそうでしょ。ちょっとマチエルとかね、もうちょっとこう皆さんに近く寄って見せたいとこですけど、ということで、終わります。ありがとうございました。良い祝日を。雨注意してくださいね。気をつけてくださいね。ゆうさんもありがとうございました。ポンさんもありがとうございました。終わります。終了。